こんにちは。大工のシャイアンです。今回のリフォームは玄関の床を張っていきます。ここに付けがまちをつけて、そして新しいヒノキの無地のフローリングを貼っていきます。これもう穴開いてしまってるんですけどね、ここにね、危ないからこの目皿置いてあったんですよね。今取ってみたらこれだけ穴が開いてる。結局この昔のフローリングの、パンクってよく言うんですけども、一枚一枚がもうこういうふうに別個になってしまうところなんですね。床が敷けたり、またはこのそこだけこう踏むところやね。ここの場合ですと両端は踏みませんけども、この真ん中だけをこの踏んだよね。だんだんこう離れていって、この自分のこのボンドってね、正直今のボンドほど質がよくありませんでしたから、よくこういうのケースはあります。ではやっていきます。今回はヒノキの 15mm のフローリングを貼っていきます。古い円弧板はめくらないということなんですね。この上に 9mm のベニヤを貼って、それを下地にして上に貼っていきます。ですから古い円弧板をきれいに釘じまいしてやります。もう一度上刃から釘を打って根だときちっと一体にしてやります。そうやないでもね、ところどころペコペコしわむところがあります。ですからしっかり釘じまいをして、その上に下地の合板を貼っていきます。もともと貼ってあったこの古い円弧板、これをめくって貼る、そういう選択肢もあるんですけども、玄関ホールの廊下は新壁になってます。新壁というのは和室と同じように壁が塗ってあるってことだよね。そうしますと寄せですね、幅木と言ってもいいんですけども、その木が円弧板をめくった時に取れてしまうってことなんですね。今回は壁は一切なぶりません。ですから四方八方古い木にひっつけて貼る方法しかありません。円弧板と上がりがまちが少し段があるんでレンガなど削るんですけども、こういう無垢の化粧の上がりがまちが古くなりますとね、必ず前で下がります。表の方が白玉も多いですし縮みます。裏は円の下になってくるんで、やっぱ縮まない。結果前が3ミリぐらい下がった形になります。最初に古い円弧板はめくらないって言ったんですけども、下の小円の部分は残すも残さんもバラバラになってるんでね、これはめくります。そしてこの下の小円の幅は360ほどしかありませんから、もともとの小円のかまち、その上刃を下地として貼っていきます。まず下地の 9mm ベニヤを一面に貼っていきます。 9mm ベニヤはね、下地ですから少しでも丈夫になるように古い根太に対して直角に貼っていきます。そして継ぎ手もきちっと根太の上で継いでやります。そしてこのベニヤを貼るときにボンドを入れるんですけども、正面のね、上がりがまちが少し前に固がっている部分に多めに入れます。そしてこの床がしわむところにもボンドを入れます。あとは細かく釘打ちますから、全面に塗る必要はないと思います。上がりがまちが前で少し下がっている場合、釘は前の方には打ちません。かえって下地のベニヤが曲がってしまいます。そして枝と根の間で少ししわむ弱っている部分にはコンパネビスで中間を止めてあります。そうするとね、幾分パンクしていたベニヤをまくり上げるってことですね。ビスがだいぶ違いますよ。これの裏やけど、これしにくいな。
これ床下の地塚なんですけども、塚は上がりがまちの下に入ってないんですね。少し下がった大引きを受ける形になってます。上がりがまちを受けていればこんだけ魚上がったんですけどね、上がりがまちが下がってるんで、できるだけ上げてやります。でもね、なかなかね、こんだけ何十年ものヒノキの癖っていうのはね、プラツカのジャッキぐらいでは正直上がりませんでしたね。で、上がるだけを上げてやって、そしてボンドとヤーで固定していきました。おお、また。オッケーやな。聞いたん？うん。では新しい付けがまちをつけていきたいと思います。付けがまちはその古い木にいくらデコボコしとろうがひっつけなければいけないってことですね。玄関ですからなおさらついてないとみんなが見えますから、この横に売ってあるこういう古い木にもね、ここへなんとかこのひっつけるのに切ってやってね、できるだけ新しく持っていく付けがまちの加工をね簡単にしてやって、そしてつけるように頑張ります。このお宅もね、自分の家とさほど年数は変わりませんね。ですからこの玄関の幅といい作りといいほぼ同じですね。ちょっと違うのは玄関のこの付け幅きですね。玄関の幅きが公園で止めてあるんですよね。こういう形を見たのは自分初めてなんですけども、これなかなかね、通すんなら通すでサッシまで通してあるともう少しかっこよかったかな自分では思うんですけどね。30何年前の人の仕事ですから、とにかくリフォームはね、古いものにひっつけ合わせてなんぼですからね。どっかついてる？そして絶対に1回で合わせる。そういう場合は自分は1回型を作って合わせてみます。そのことで長さはともかく癖取りは必ず合ってくれますよね。そしてカッターでベニヤを切るときは絶対に差し金を上下にして切らないでください。これが一番手を切りますね。怪我します。もう最初に力入れたら必ず横へ走りますからね。自分がやってて言うの申し訳ないんですけども、本当にやめてくださいね。では実際に型を写してかまちを切っていきます。敷地はね、この通り切ればもう間違いないですから、両端はできてもね、肝心なのはまた長さですよね。いくら両端があっても長さが合わなければね、大変なことになりますからね。付けがまちは 40mm のヒノキなんですけども、赤身のヒノキは本当に刻みやすいですよね。ノコに癖さえなければ、このように性のいいヒノキですとノコを引いてるだけでまっすぐ切れます。なぜおじさんずっこけたんでしょうね。頭はかいてもうオランウータンですね。気を取り直して長さをきっちり測っていきます。なかなかね、もう一回入れるとね外れないんでね、こういうもんってね、長くてもね途中で止まりますしね、合うことを願うだけです。昔からね、カンナ掛けの後ろと馬のケツには立つもんでないって言われましたね。疲れてくるとね、握力が弱って後ろにカンナが飛ぶっちことですよね。ましてこのガラスの前ね、こういう風に削るときはやっぱ気使いますね。間違って滑ったら割れますからね。
では入れていきます。全然見えてないやん。折りすぎたな。うまく入ったのにな。なんでそうだった。で OK。なんとか長さ合いましたね。よかったです。やっぱまぐれもありますね。下の方は簡単にビス止めれますけど、上の方だけはビス彫りをします。ビスの頭がね、どうしてもこの引っかかりますし、下地のベニヤもめくれますから、このように少し掘ってやってね、ビスをより簡単に揉めるようにしています。上がりがまちをプラスカのジャッキ使ってできるだけ上げたんですけども、まだやっぱりしわってます。やはりしわった状態のところに床入りますから、後からした仕事はね、最初の仕事に合わせなダメですから、上刃も合わせて削ります。これはもうしょうがないです。この下がりを普通の人が見てもわからないと思います。全然何の障害もありませんから。小円の付けがまちもつけていきます。このかまちはもう床を外してあるんでね、古い小円の裏から後ろからビスを揉みます。少し長いビスいるんですけども、上の方は90ですか、下の方は125。止める時もね、こう少し重なるねクランプで挟んでやるとビスも揉むのも楽です。綺麗にこう止まってくれますね。これで玄関床の下張り付けがまちが入りました。次回からはここにヒノキのフローリングを貼っていきます。以上、大工シュアでした。